朝鮮伝来の活字印刷術は慶長年間京都を中心に急速な広がりを見せます。中でも本格的に取り組んだのは五大老の筆頭として伏見に駐留していた徳川家康です。家康は関ヶ原の戦いに前後する時期、伏見円光寺の僧三陽、すなわち官筆元吉に命じて孔子家語、貞観西洋、三略などの治世に必要とされた漢籍を活字で刊行させました。これらの漢本を伏見版と呼びます。文禄慶長の直版や伏見版など近世初期に刊行された活字印刷本を古活字版と称しています。朝鮮由来のこの印刷法は一組の活字を備えれば工夫次第でさまざまな本を生み出すことができ、その簡便さがこれまでの木版印刷にない長所でした。活字印刷の流行は室町時代までに成熟していた知識への足がかりの上にちょうど触媒のように働いて多数の刊行者と読者を引きつけます。寺院の中でも室町時代から京都に地盤を築いていた日蓮宗の僧が古活字版によって出版界に参入します。天台宗でも北の経王堂の宗尊が活字による大蔵経の刊行という大志を抱いて活動を始め、寛永年間まで刊行を継続しました。また吉田宗庵が刊行させた佐賀本はひらがな混じりの連続活字ときらびき文様の華麗な染め紙を用い、伊勢物語やつれづれ草、歌い本など和語中心の古典を初めて刷り上げました。これは朝鮮由来の技術に日本文化の創意を加えて急速に応用した美術的印刷品です。さらに重要な点は書籍の印刷と販売を制御とする書士が現れてくる点です。例えば慶長13年に富野光寺三州寺町で全席の刊行を行った中村長兵衛之丞は商家を思わせる名乗りを持っており、また翌14年に古文新報を刊行した室町通り近衛町の本屋新七の場合、その性格を疑う余地はありません。こちらは、古活字版の時代に刊行された本朝文髄という書物の一伝本ですけれども、この本の内容は日本の平安時代の貴族の漢文学、これを集めたアンソロジーです。で長らく写本で伝えられたものがこの古活字版の時代になって初めて、刊行されるということになりました。ところがこの、出版をしているその文字セット、活字のスタイルというのは、全く、朝鮮朝の活字、こちらにあるのは光印字という活字ですけども、こちらはむしろ逸外字という別の活字に類似しているんですけれども、全くそのスタイルを追っているものです。この本には漢記が残されておりまして、この部分ですけれども、寛永6年に京都の玉屋町の田中長左衛門がこれを刊行したというふうに記されています。でこの田中長左衛門というのは他にもいくつも古活字本を刊行している、これは明らかに書士、出版業を生業とするそういう人物だと思うんですが、この田中長左衛門が刊行したという記録があります。でこの田中長左衛門の出版物の一つにですね、増族開通陰符群玉という辞書があるんですけれども、こちらは実は朝鮮版の逸外字本が先に存在していて、それをそのまま複製することによって辞書の複製をすることによって活字ワンセットを手にして、でそれを使ってさらに中国や日本の古典を植字をして印刷をしていくということを行った人です。でそういう出版業がこの古活字本の登場によって
本格的に行われるようになったということが言えると思います。枯渇地盤の時代はおおよそ50年、寛永年間をもって収束していきます。その理由は様々に推測されていますが、商業出版の進展によりかえって木版彫刻の自由さと版木による保存の機能が再評価されたためと考えることができます。しかし、京都を中心とする商業出版の勃興や読者の誕生について、枯渇地盤の果たした役割は極めて大きなものがありました。日本の出版文化はこれ以降、江戸時代に開花したと言えます。さて、伏見版を刊行した徳川家康は、江戸開府の後、将軍職を譲って駿府に入り、自由な立場に立ってからもなお、活字印刷への情熱を保っていました。家康は側近の林羅山と維新崇伝に命じ、今度は金属活字を鋳造させ、大部な軍書知要などを刊行します。これらの漢本は駿河版と呼ばれ、その活字も現存していますが、当時の記録によると、駿河版活字の鋳造には林五官という外国人が協力していました。林氏は朝鮮人とも民人とも判断がつきませんが、伏見版の時代から家康の活字印刷事業に関わっていたようです。このように出版印刷を中心として日本の書籍文化の歩みを顧みるとき、商業出版の開花する近世初期までのいくつかの局面で、外国人職工の技術導入が大きな意味を持ってきたことが知られます。時々の社会の激動に翻弄されながら、日本に生きる場所を求めた東アジアの職工たちが、日本文化の形成に果たした役割についても、私たちは記憶に留めておくべきではないかというふうに思っています。